はい、皆さん、こんにちは。すいません、ちょっと筋トレ器具を変えまして、めちゃくちゃ体を痛めつけてたら、肩が上がらなくなっちゃって、投稿が遅れちゃいました。前回の動画すごい反響で、コメントも5000件以上来てて、みんなの意見がたくさん聞けて嬉しかったです。ありがとうございます。で、今回初めてなんですけど、僕毎回ね、ちょっとテーマを変えて動画を投稿しているんですけど、今回初めてちょっと続き的な感じで、今、裏では、どういった勢力がどのようなことをしているのか、その話をしていきたいと思います。注意書きですけど、これはあくまで都市伝説、陰謀の話ですからね。僕もこれを 100% 信じているわけではないです。あくまで都市伝説風に世の中を見ると、裏ではこういったことが行われているんじゃないかという基礎知識です。と、その前に、ちょっと興味深い笛を見つけちゃって、みんな、アステカの死の笛って知ってますか？アステカは14世紀にメキシコで栄えた帝国ですけど、彼らには古くから死のホイッスルというものがあるんですね。約20年前に発見されたこの死のホイッスルは頭蓋骨の形をしたものなんですけど、アステカ族は神に生贄を捧げるとき、この死のホイッスルを吹いたっていうんです。すごい神聖そうな笛だから、綺麗な音がするのかなと思いきや、これは戦時中に敵のメンタルを崩壊させるために吹いていたという歴史もあるらしいですね。実はこちらの笛、地球上で最も恐ろしい音の一つだとも言われているんです。戦時中、100人ぐらいがこれを吹いて大軍を追いやっていたと。ではそのアステカの死のホイッスル、聞いてみましょうか。音量注意です。すごい断末魔のような叫びですよね。最初これ聞いた時結構ゾッとしました。これを何百人が吹いて大軍でやってくると想像したら、怪物かなんか来ると思って多分逃げちゃいますよね。まあなんか興味深かったから紹介しました。それでは本題。今世界中でどういった勢力がどのようなことをしているのか、勢力図をちょっと見ていきましょうか。まず分かりやすく見ていくとしたら、やっぱこのお金のシステムを作り上げた組織、皆さんもご存知のロシュチャイルド財閥。18世紀、ヨーロッパを中心に為替業や小銭業といって様々なデザインの効果を販売業を行って国王に信頼されていたことから金融情報ネットワークヨーロッパ全域に拡散することで大財閥にまで成長しました。貿易ルートの確保や貸付業で国際銀行として一気に資産が莫大になっていき、ここら辺はお金の動画でも話しましたけど、優秀だったネイサン・ロシュチャイルドは自己資産75億ドルまでに増やすことに成功していました。そして彼らはイングランド、フランスやアメリカにどんどん本拠地を拡大していき、石油、兵器産業、メディア、インフラ、銀行とどんどん傘下にしていったんですね。名前を挙げればほんとキリがないほど。そして彼らはアメリカに進出していき、そこで援助をし勢力を増したのがロックフェラー財閥。スタンダード石油会社を設立し、石油産業をベースに次々競争相手を買収し、こちらも銀行、インフラ、情報通信などなど支配下を拡大していきました。200社以上の企業を支配しているロックフェラーはアメリカ国民の総資産の半分を所有していると言われています。そして同じようにアメリカ、イギリスで活躍した財閥といえば JP モルガン、銀行、金融業で投資会社として成長し、今ではアメリカで最大の金融グループになっています。わかりやすく言うとこの3家が金融三大財閥です。これがいわゆる国際金融資本家たちですね。彼らはウッドロー・ウィルソン大統領と共に連邦準備制度を設立する法案を作り、連邦準備銀行 FRB に独占的権利を与え、通貨発行権の権利を与えられます。イングランド銀行、アメリカ銀行、フランス銀行は民間企業です。日本の場合は日銀ですよね。国にお金を貸して国債や貸し出し資金から利益を得て莫大な富を築き上げました。国債をどんどん発行すればトップエリートの元へお金が流れるような仕組み。そのやり方として一番非道だけど利益になるのが2019年アメリカの軍事費は78兆円です。戦争することで国は借金をしてそのお金の返済で儲けるという構造があるそうです。実際戦争しなくても各国が緊張状態になると一気に武装しますよね。その武装すること自体も軍事費にお金をかけているということなので、それだけでも利益になると、そう考えると、もしニュースで見るような国同士のバチバチはもしかして出来レースだったとすれば、戦争、軍事費を意図
図的に起こそうとしているだけだと考えたら恐ろしいですよね。たまには紙飛行機を飛ばしてみたりなんてして、表面的に見たら国対国みたいに見えるかもしれないですけど、実際はそんな単純ではなくて、誰がその国を所有しているのかみたいな感じですかね。わざとその国同士を戦わせて、そこでがっぽり金儲けするみたいな。その出来レースのために国民は汗水垂らして働いてることになりますからね。冷静に考えて軍事費を削って、例えば貧困問題とか環境問題、宇宙開発とかに回せば、どれだけ世界が豊かになって明るい未来が見えることやら、経済僕あんま詳しくないから本当に豊かになるかわからないけど、そんなね理想郷のようなみんなが豊かになる世界想像できなくはないですよね。なので中央銀行は国債や貸し出し資金で発生する利益で儲け、そのお金というのはもちろん株主、先ほど登場した国際金融資本家たち、最近話題の言い方ですとディープステートということになります。このディープステートは国際金融資本家、貴族、影の政府、グローバリスト、トップエリートたちですね、わかりやすく言うとが含まれています。彼らの目的は、耳にもタコができるぐらいみんなも聞いてるだろうけど、ニューワールドオーダー、新世界秩序、国境なくし世界を統一すること。一見理想郷に見えるかもしれないですけど、今の世界のようにトップが全てを搾取し支配するということだったら恐ろしいですよね。ただ残念ながら各国に中央銀行を設立し、その権利を独占しようとする働きは新世界秩序への道なんでしょうか。国際貿易機関や国際連合 EU などとどんどん国際協定が作られていき、世界はグローバリズムに走っていってますよね。実際中央銀行を否定した国というのがイラン、北朝鮮、キューバ、イラク、シリアなどです。そしてこれら世界の行方を決める会議というのがビルダーバーグ会議ですね。ビルダーバーグ会議は欧米のトップリーダーたち約130人が参加しています。そしてアメリカの大統領たちは戦後ほとんどこのディープステートたちから選ばれていると言われています。実際はそんな単純でもなくて、ディープステートにもロスチャイルド派、ロックフェラー派みたいな、その中でも派閥が割れているみたいな、結構複雑なんですけど、それは置いといて、そこから大統領が出てきているという話です。ただ時として世界権力に対抗する大統領たちも歴代にいたと。アンドリュー・ジャクソン、エイブラハム・リンカーン、ジェームズ・ガーフィールド、ウォーレン・ハーディング、ジョン・F・ケネディ、この他にも何人かいた気はしましたけど、通貨発行権を国有化しようとした、今あるシステムを変えようとした大統領たちは排除されてきた歴史があるようです。そして今回バチバチにやり合ったのがトランプ。意外と無視されがちなんですけど、彼も国際金融資本家ロスチャイルドたちから援助を受けていたということもあったそうです。当然ですよね。トランプそもそも超ビジネスマンですからね。ただそれとは別に彼は国民の支持を得るためにアメリカンファーストと主張して、常にアメリカ国民を優先的に考えてきました。つまりそれはグローバリズムに対抗する形ですよね。グローバリズムは難民の問題とか内戦が激化することとか、いろんな問題点があるとして、何百年続いた世界を統一するグローバリズムの流れからナショナリズムを掲げたと。ディープステートの目的である世界各国の壁をなくし統一するという計画に反し、世界保健機関の WHO を脱退、気候変動のパリ協定を脱退、 TPP も離脱とメキシコとの国境に壁を建設したりと、不法移民対策を強化していました。今の流れで自由化したり民営化したりする流れがありますけど、それは国家主権がどんどん奪われているんじゃないかと。簡単に言うと、国の壁をなくして世界中の富を独占しちゃう恐れがあり、国が持っている伝統的な文化も捨てれちゃうと。しかもトランプ自身ディープステートを名指しで戦っていることを述べていたので、わかりやすく言うとトランプ対ディープステート。そしてトランプは成長する中国共産党の 5G 覇権争いやスパイ活動を恐れて、中国共産党に対してバチバチにやり合っていました。なのでトランプ対中国共産党という関係が成り立ちました。世界のシステムを変えようとする大統領は排除されてきましたよね。今回のトランプは大統領初となる2回の弾劾訴追、そして前回の動画でも述べたメディアというのがほとんどディープステートの傘下なので、グローバリズム的な思想を持っています。トランプの猛バッシングをすることで彼は最終的に排除されました。 BLM 運動が発動したタイミングも完璧に大統領選を狙ったとされ、またもう一つ今世界を騒がしているパンデミック、なぜ2020年に起こったのか。もちろん自然の摂理の可能性もありますが、もしそうでないとしたら2020年が激動の年となったのには意味があるのかもしれません。真相は分からんけど、今いかにトップたちがバチバチにやり合っているのかが分かりますよね。トップエリートたちも今回の件に関しては焦っていたので、それが分かりやすく表に現れてしまったと言われています。なのでどちらが悪正義みたいな話
話でもないんですよね。みんなが各々の正義を貫いて動いてる感じなので。そして今世界はみんなもうすうす、いや、うすうすじゃないですよね。もうがっつり感じていると思いますけど、監視社会に近づいていってるように思いますよね。陰謀的に言うと、ニューワールドオーダーの世界が誕生しつつあるんでしょうか。パンデミックによって加速するデジタル AI 社会、ワクチン導入により、さらに国民を管理しなければいけない社会がやってきそうです。そして2000年頃から一気に環境問題にシフトした流れがありましたよね。アルゴア元副大統領の不都合な真実という映画で環境問題へ関心を示す人が一気に増えましたよね。僕も当時確かめちゃくちゃ小さかったけど、親に連れられて見に行ったけど何も面白くなかった当時は。一説では地球温暖化が流行ったのは、CO2 の削減ですよね。その CO2 は石炭による電力は CO2 が発生するので、ウランビジネスをするために原子炉を世界中に普及させるためだという話もあります。実際に温暖化がデマかどうかは置いといて、環境問題といえば2030年に達成することを掲げた SDGs ですよね。環境問題へ注意喚起を呼びかけ、地球上の誰一人取り残さないというスローガンです。都市伝説脳からしたらこれは逆の意味で誰一人取り残さない管理社会の訪れと捉えているようです。流れ的に否定できないのがグローバリズム寄りの SNS やメディアの言論統制。前回の動画で紹介しましたけど、みんな同じ考えを持つように強制的に求められているような気がしますよね。ただこのデジタル化 AI 化によって管理社会が訪れるのは何もしなくてもそういった時代がやってきそうですよね。良くも悪くも成長した人類が通る道的な、もちろんね、全員の精神性が高くて全員がお互いを信頼して尊重できるような社会だったらそれが成り立つのかもしれないけど、ただ今のようにトップが独占欲の塊だったら理想郷ではなく、一気に完全なるピラミッド奴隷社会がやってきそう。そして過去のパターンから考えられるのは、今までの対立が意図的に起こされているものだとしたら、今かなり激化している対立がありますよね。今回は都市伝説、陰謀から見た世界の構図を今までの伏線回収してつなぎ合わせて全体像を紹介しましたけど、これを一度頭に入れたら世の中の流れがいろいろ見えてくるかと思います。全部本当だったら社会に絶望する人がいるかもしれないですけど、安心してください。結局みんな次第、自分次第です。まずは知ることが大事ですよね。会話している相手がそもそも誰かわからないと何言っていいかもわからないし、A 子ちゃんは首元触れるの結構好きだったな、 B 子ちゃんは潔癖症だからあんま体触れるの確か好きじゃなかったみたいな。安心してください。猫の話です。まずは知って自分の考えを構築することがいいと思います。今までの社会は与えられたものの意味をそのまま受け取るという流れでしたけど、これからは自分なりの意味をそこから見出すことが大切かもしれません。結局そこに参加しているのは皆さん一人一人なので、その一人一人が覚醒すると色々変わってくるかと思います。皆さんはどう思いますか？理想郷みたいなのって想像できます？できるとしたらそれがどんな社会なのか、邪気に強食の競争がある社会なのか、あるいはみんな平等な社会なのか、いろいろ意見書いていってください。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。